こんにちは、加藤です。今日は、モチーフにサンスベリアを用意しました。今日は、ネガを書くことによってポジを書き起こすというか、ネガでポジを書くということについてお話ししようと思います。私が今言っているのは、例えばですね、デコボコ見えますか？例えばこの引っ込んでるボコっていうのかな、こういう凹凸の引っ込んでる形ですねに対してデコ、飛び出た形、最初に書いたこれですね。例えばこの形をこんな風に見る。はい、ちょっと黒く塗ってみました。これがその引っ込んだ形を書くことによって飛び出た形が書き出されるというか書き起こされる、そういった見方。例えばこの例で言うとこれがネガですね。ネガを書くことによってポジができる。よくフィルムなんかでね、ネガフィルムとかポジフィルムっていう言い方しますけど、このネガを書くことでポジを書き起こすっていうことをやっていこうと思います。今日の題材はこのサンスベリアっていう植物なんですけど、この見方ですね、捉え方についてやっていきましょう。はい、ちょっと四角を区切りましょうか。例えば画面を、これ入ってるかな、このくらい、これ入ってるかな、このくらい、はい、この画面の中で、ここもうちょっと入れようかな。この画面の中で書いていこうと思います。例えばですね、中心大きく書いておきます。で、今回はこのカップ、下はね、コーヒーカップみたいな、マグカップみたいなやつなんですけど、これとこの葉っぱがいっぱい出ているサンスベリアですね、これをひとまとまりにして見ていきます。その際にネガでもってポジを書くっていうのはどういうことかっていうと、例えばこんな風に一番外側、葉っぱの飛び出ているところですね、葉っぱの飛び出ているところ、カップの飛び出ているところ、そういったポイントを結んで、ちょっと最初は多角形で見てみます。多角形、こんな感じの多角形、こんな感じかな。最初に書いた取っ手はちょっと大きすぎましたね。はい、でこの中で、一枚一枚の葉っぱを見るんではなくて、この一番飛び出ているところ、それぞれ一番外側にあるところをこう結んでですね、字の部分、よく図に対して字っていう言い方をするんですけど、字の形を見ていきましょう。で、今回は最初に大きく黒く塗ってみようと思います。やってみますね。例えばこんな感じで、ここまでで、ここからはこんな風に来てカップがあって、底の部分で、取っ手はこれ穴が開いてるのでこんな風になってるかな。で、ここ少し穴が開いてますっていうのをちょっと塗っていってみます。今これはステッドラの 6B を使っていますけれども、濃い色であれば何でもいいです。コンテとか木炭とかでもいいんですけど、簡単に黒色が出てくれる柔らかい画材がいいと思います。こんな風にシルエットでものを見ていく。で、ものといっても図の部分を描くのではなくて、字の部分を書いて形を捉えていく、そういった見方になります。これが今ネガの部分、ネガの形を見ようとしてるんですね。ネガの形を書くことによってポジが残る、書き起こされるっていう見方になります。あまりこう塗りムラがあるとね、形が、印象がなんか違って見えるので、できるだけこう鉛筆の腹を使ってフラットなグレーというか暗い色になるようにして描いていこうと思います。
はい、例えばこんな感じでここから少し上に伸びて次の葉っぱにつながって引っ込んでまた飛び出て、この外側の形を今見てるんですね。こっち側の形です。中の葉っぱ一枚一枚の形ではなくて外側の形、今回こうやって形を四角く区切ってますけれども、この切り取られたこのネガの形を今比較して印象を合わせていっています。この形ですね。で今回はこの四角のちょうど頂点がこの葉っぱの先端に来るようになるべく大きく入れてますけれども、はい、こんな感じでですね。で、中はね白くちょっと塗り残すというか抜いておいてみます。はい、例えばこんな感じでどうでしょう。でちょっとね省略して書いていきますね。形の細かいくねくねとかは置いといて、大まかな印象で見ていきます。例えばこんな感じでこの辺また尖って落ちて上がってまた上がってこんなでしょうか。でここまた引っ込んで飛び出て2つ3つ4つ、このくらいですかね。ちょっと塗ってみますね。はい、こんな感じでざっくりと暗い色で外側からネガの部分を描いていってみました。シルエットでポジが書き起こされるっていうのはこういうことなんですけど、はい、どうでしょうか。シルエットで見えてきましたでしょうか。ここもちょっと太くてもいいかな。で、地の塗り方ですけど、ちょっとフラットに、あんまり塗りムラができないように気をつけて塗っていこうと思います。ここは1枚重なって飛び出て引っ込んでまた飛び出て引っ込んで、何枚もね葉っぱをこう一緒に捉えているので、ちょっとジグザグというか飛び出たり引っ込んだりがあっち行ったりこっち行ったりしてますけど、はい、ざっくりですけど例えばこんな感じでどうでしょうか。はい、ちょっとシルエットで見えてきたんじゃないでしょうか。で通常デッサンをするときに、皆さん最初にね大きく捉えましょうとか塊で見ましょうなんて言われること多いと思うんですけど、私一つ提案したいのはこういった字を書くことによってもう一番外側のこの多角形ですね、最初に言った多角形の一番外側をこう結んだシルエットというかこの多角形をまず決めておいて、で複雑な形なんかも例えばここはこうひとまとめにしてこういうジグザグの形っていう風な見方をしてみます。そして字の部分をねこうやって塗ってみると図が書き残されるので、これでこのシルエットが似てるかなどうかなっていうのを見比べてみるのはどうでしょうか。でその次の段階で例えばここカップの縁がちょっと見えていて、でここから光と影の境目、取っ手は内側まで入り込んで影が落ちている。こちら側も光が当たってここから影落ちている。例えばこんな感じで、今ネガとポジで分けた後でこのポジの中の微妙な明暗を次の段階でこう入れてみる。そんな風にしてちょっとずつ、例えばここも葉っぱもですね、光が当たっている部分と当たっている部分で、ここは光が当たっていない、ここも当たっていない、そんな風に一旦ポジでひとまとめにした後で次の段階で今度は光が当たっている当たっていないっていう区分を次の段階でもう一回こうやって入れてみる。こんな風にですね、今これが光が当たっている日向部分で、それ以外は日陰部分だけどバックの最初に書いたこのネガほどは暗くない、
ポジの部分なのでちょっと明るいグレーっていうふうに残してみる。例えばこんな感じですね。でよく見るとここもう一段階暗いな、ここもう一段階他に比べて暗いな、ちょっともう3段階目をこう作ってみるとかね、こんな感じでそんな風にして、最初は単純化して、形を見比べていって、次の段階で少しずつ細分化して見ていってみる。こんな風な手順というか見方、試しにやってみてはどうでしょう。今日は、形を取るデッサンの書き始めですね。まずポジをネガを書くことによってポジを書き起こすっていうお話と、書き残したポジを次の段階で2段階とか3段階に分けていくというお話でした。皆さんもこのデッサンというかね、着彩でもいいんですけど書き始めの時にこういった見方試してみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。